英語学習の時間が始まりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか？時事ニュースで英語学習、NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力、そして情報力アップしていきましょう。太平洋の島国ナウル、台湾との国交断絶ということで、台湾総裁選の後ですね、突然このナウルという島国、台湾との国交を断絶するということを発表して、中国と台湾との狭間で揺れる小国ということで、このニュースを使いながら私たちの英語力を上げるとともに情報力を上げていきたいと思います。まずこの NHK ワールドニュース、字幕ありで確認してニュースの概要、アウトライン捉えていきましょう。次に、日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力アップのために、英語字幕をしっかりと NHK ワールドキャスターの上手な英語をお手本に私たちもしっかりと声に出して話して、そして話しながら難しい単語、ニュースの詳細理解していきたいと思います。3番目はもう一度 NHK ワールドニュース、今度は字幕なしで見てみて、英語のリスニングだけでしっかりと理解できるのか、2番目で学習した単語表現しっかりと覚えているのかチェックしていきましょう。ここまではNHK ワールドニュースから英語を学びながらしっかりと今世界で何が起きているのか情報力アップ、情報のインプットをしていきたいと思います。その後はスピーチ練習ということで、日本人が一番苦手と言われている英語を話す力をマイクロソフトの生成 AI を搭載したチャットを使いながら練習していきたいと思います。このチャットを使うとまるで人間と無料でいつでも好きな時に英会話をするような感じでたくさん英語を話す機会を増やしてスピーキング力アップしていけますので、ぜひ動画最後までご覧いただいて参考にしてみてください。英検9家事チャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるなと思った方はぜひチャンネル登録ボタン、高評価ボタンのクリックよろしくお願いいたします。それでは NHK ワールドニュースを使って英語力と情報力一緒にどんどん上げていきましょう。Let's get it started。では、この左側の NHK ワールドニュース、右側の原稿を使いながら見ていきましょう。読まれているところ、このようにカーソルを原稿に合わせていきますので、必要な方はですね、参考にしてみてください。原稿がなくても聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方は、原稿を無視いただいて、左側の NHK ワールドニュースだけ集中してみていただければいいと思います。それでは行ってみましょう。Let's try to understand the outline of this NHK news with English subtitles. Let's try it.The South Pacific island nation of Nauru says it's severing relations with Taiwan and reestablishing diplomatic ties with China. Nauru's government said in a statement on Monday that the move is in the best interest of the country and its people. It said Nauru will no longer recognize Taiwan as a separate country, but rather as an inalienable part of China's territory.The island nation established diplomatic ties with China in 2002, but it switched recognition to Taiwan in 2005. Observers are speculating on what was behind the latest move, as Nauru had recently been critical of Beijing. China's foreign ministry welcomed the decision. Restoring diplomatic ties with China is a voluntary choice by Nauru as a sovereign nation.Taiwan had diplomatic relations with 22 countries when President Tsai Ing-wen of the Democratic Progressive Party took office in 2016. But China has been pressuring countries to cut ties with Taiwan as Tsai's administration rejects Beijing's claim that Taiwan is a part of its territory. Currently, 12 countries have diplomatic relations with Taiwan.The presidential office on Monday accused Beijing of diplomatic repression days after Taiwan's leadership election. The office said China's stance was retaliation against democratic values and a blatant challenge to stable international order. さあどうでしょうか。字幕ありで見てみましたけれども、皆さんはですね、この太平洋に浮かぶ島国ですね、オーストラリアの北側ですね、北東側にあるこのナルという島国知ってましたでしょうか？私はこのニュースで初めて知りましたけれども、中国と台湾との外交の中で揺れているということで、今回はですね、台湾総裁選の後、突如ですね、この島国ナルという国が
台湾との国交断絶を宣言して、中国と関係を深めているっていう流れになっていっているという、こういうニュースを使って私たちの英語力、情報力上げていきたいと思います。それでは次はですね、今見た原稿をしっかりと NHK ワールドキャスターの上手な英語を参考にしながら、私たちもしっかりと声に出して英語を話す練習をしつつ、難しい単語、そしてニュースの詳細な意味、見ていきましょう。ということで、視聴者の皆さんも声が出せる方はですね、楽しく英語を話しながら練習をしてですね、スピーキング力どんどん上げていきたいと思います。左側の英語音読をしながらですね、その後、右側の日本語訳、見ながら内容をしっかり取っていきたいと思います。では行ってみましょう。The South Pacific island nation of Nauru says it's severing relations with Taiwan and establishing diplomatic ties with China. 日本語訳。南太平洋の島国、ナウル、台湾との関係を断絶し、中国との国交を回復すると発表したということですね。サウスパシフィックというのは太平洋ですね。南太平洋の島国であるナルですね。今回の、ニュースの中心ですけども、このサブリング、サバルというのはですね、断絶する、断交するというですね。サバリング・リレーションズ。関係を断交する。台湾との関係を切って、リエスタブリッシング。再び、外交関係を中国と結ぶと発表したということですね。それでは次見ていきましょう。この部分ですね、音読をしながら内容を見ていきたいと思います。Nauru's government said in a statement on Monday that their move is in the best interest of the country and its people. It said Nauru will no longer recognize Taiwan as a separate country, but rather as an inalienable part of China's territory. ということで、ここどういう日本語訳かというと、このナウル政府、月曜日の声明で、この決断、措置というのは、このナウルという国と国民にとって最善の利益であると述べたということですね。そして、そのステートメント、報告書によると、ナウルというのはもはや台湾を別の国としてではなく、中国領土の不可分な一部として認識すると述べたということで、台湾と中国の間でですね、こういう諸国がどちらにつくのがいいのか、どちらの味方になるのかいいのかということで揺れている。ただ、この南太平洋のナウルという島国ですけれども、今回ですね、台湾との国交断絶、そして中国と、歩みを共にするという決断をしたということですね。さあ、ではここ覚えておきたい単語表現ですけども、best interest というのは最善の利益ということですね。国、そしてその国民にとっての best interest。最善の利益を考えたら、中国につくということにしたということですね。recognize 認識するですね。台湾を recognize Taiwan as 台湾をas以下と認識する。a separate country 中国の一部であるということですね。no longer もはや何々ない。中国を別の国、台湾を別の国と recognize 認識するのではなくて inalienable part of China's territory この単語 inalienableチェックしておきましょう。この Google 自動翻訳を使うと自分の発音がしっかり通じるかどうかもチェックできますので、この音声入力による翻訳を入れてですね、inalienable ですね、発音してみましょう。inalienable こんな感じですね。inalienable Inalienable. inalienable 日本語訳ですね。譲れないということですね。inalienable 覚えておきましょう。Inalienable. inalienable 声に出しながら、しっかりと話すとですね、記憶にもしっかりと新しい単語残ると思います。inalienable Inalienable. 譲れないですね。譲れない中国のテリトリーの一部だということを発表したということです。それでは次見ていきましょう。この部分ですね。The island nation established diplomatic ties with China in 2002, but it switched recognition to Taiwan in 2005. Observers are speculating on what was behind the latest move, as Nauru had recently been critical of Beijing. ということで、この部分、日本語訳ですけれども、
このナルーという島国、2002年に中国と国交を樹立したけれども、その3年後、2005年に台湾への承認を切り替えたと。ナウルは最近中国を批判していたので、このナウルのですね、中国、台湾との関係を監視している人たち、今回の動きの背景に何があったのかということで推測をしているということですね。本当にこういった小さな島国がですね、台湾と中国の関係をめぐって、右往左往というかですね、しているということです。では、ここ押さえておきたい単語表現を見ていきましょう。establish diplomatic with。diplomatic ties with ですね。何々との国境を樹立するということですね。そして switch というのは切り替えるということですね。その考え方を、台湾、認めるということで2005年、切り替えたということですけども、今回またですね、台湾は中国の一部だという考え方に切り替えたということですね。変えてしまった。speculate というのは憶測する、推測するという意味ですね。覚えておきましょう。speculate。そして what was behind the latest move。この最新の動きの behind、裏側で一体何があったのかということを、関係者、推測、憶測をしているということですね。what was behind。この what was behind 何々の表現ですね。日常会話でも英語でよく使うと思いますね。what was behind。そしてこういう日常会話で出てくるですね、使えそうな単語が出たときに、この Google 自動翻訳のこの音声入力を使ってですね、声に出して文章を考えてですね、話してみるとしっかりと記憶にも残るし、スピーキングの練習にもなると思います。例えば、We are wondering what was happened behind this decision. Whatever. We are wondering what was happened behind this decision. What was behind this decision? この決定の裏で何が起こったのか wondering、気になっているということですね。what was behind この表現を覚えておきましょう。ここに使われてますね。今回この島国ナルがですね、なぜ台湾と国交を断絶して中国に歩み寄っているのかということですね。さあでは次、ここを音読していきましょう。China's foreign ministry welcomes the decision. Restoring diplomatic ties with China is a voluntary choice by Nauru as a sovereign nation. ということで、中国の外務大臣ですけれども、今回の決定歓迎しているということで、中国との国交回復は、ナルが主権国家として、voluntary、自主的に選択してしたものだと言ってるんですね。この裏側には別に中国、ナルに圧力をかけたわけでも何でもなくて、sovereign nation。自治権を持っている、自治を持っているそのナルとして国の判断がそうなんだろうということを言ってるんですね。それでは、ここを見ていきましょう。restore というのはですね、回復する、関係を回復したりですね、そういう意味がありますね。restoring を覚えておきましょう。中国との国交回復というのは voluntary choice。voluntary choice ですね。自主的な選択、判断。ですね。voluntary choice を覚えておきましょう。as a sovereign nation。sovereign nation というのはですね、主権国家というです。主権を持っている国、sovereign nation としての判断、自主的な判断だということで、中国側は歓迎しているということですね。さあではここをしっかりと音読しながら見ていきましょう。Taiwan had diplomatic relations with 22 countries when President Tsai Ing-wen of the Democratic Progress Party took office in 2016, but China has been pressuring countries to cut ties with Taiwan as Tsai's administration rejects Beijing's claim that Taiwan is a part of its territory. ということで、ここの日本語訳ですけども、2016年、民進党の女性の蔡英文総統が就任した時点で台湾は22カ国と国交を結んでいたと。しかし、蔡英文政権、台湾は領土の一部であるという中国の政府の主張を否定しているため、中国は各国にですね、台湾との関係を断つようにと圧力をかけているということですね。今回の台湾の総裁選、この民進党のですね、蔡英文さんの後を継いで、ウィリアム・ライさんが総統になりますから、この台湾側のですね、台湾は中国とは別の国であるという考えを継続していくということになりました。それではここを押さえておきたい単語表現ですけれどもどうでしょうか。難しい単語。take office in 就任するですね。took office 就任した
2016年に蔡英文さんが民進党のリーダーとして総裁に就任したということですね。cut ties。tie というのは関係ですから、cut tie で関係を断つように中国としては台湾との関係を各国にですね、断つように、cut ties するようにプレッシャーをかけていたということで、推測になりますけれども、今回ですね、このナルという島国にも中国からの圧力がかかったのかもしれませんね。さあでは次、この部分をしっかりと音読しながら、スピーキング力をアップしつつですね、しっかりと英語力を上げていきましょう。Currently, 12 countries have diplomatic relations with Taiwan. The presidential office of Manding accused Beijing of diplomatic repression days after Taiwan's leadership election.The office said China's stance was retaliation against democratic values and a blatant challenge to stable international order. ということで、この部分ですけれども、現在、12カ国が台湾と外交関係を結んでいるけれども、台湾の指導者選挙から数日後の月曜日、台湾の総統府ですね。中国政府が外交弾圧を行っていると非難したということで、台湾とすればですね、中国がこのナルという島国に圧力をかけて、そういう決断をさせたということで非難をしているわけですね。同事務所、中国の姿勢は民主的価値観に対する報復で安定した国際秩序に対する露骨なブレイテントですね、挑戦であると述べたということです。さあではここを押さえておきたい単語表現を見ておきましょう。accuse というのは非難するですね。これは accused Beijing of、中国北京をですね of 以下ということで accuse 非難をしたということですね。どんなことか。diplomatic repression diplomatic 外交上の repression 弾圧ですね。repression 弾圧であると中国を非難している台湾側がということですね。retaliation というのは報復という意味ですね。retaliation 覚えておきましょう。そして、blatant というのは露骨な挑戦ですね。blatant challenge to stable international order。安定した国際秩序への今回の中国が行っていることですね。blatant challenge。露骨な挑戦であると台湾側は非難をしているということですね。blatant challenge。blatant challenge。Blatant challenge 覚えておきましょう。blatant 露骨なですね。露骨な挑戦である国際秩序へのということです。さあでは、この英文日本語でですね、しっかりと英語を学びながら情報力もアップできたんではないでしょうか。このニュース見るまでですね、南太平洋の島国ナウルという国知りませんでしたけれども、中国と台湾との外交で揺れに揺れている、小国であるということですね。それでは次は3番目 NHK ワールドニュース。今回は字幕なしで見てみましょう。しっかりと学習した単語表現内容、字幕なし、英語のリスニングだけで聞き取れるのか集中しながら見ていきたいと思います。それでは Let's try to understand every details of this NHK World News about Pacific Island Nauru and the relationship with China and Taiwan. But this time without English subtitles. Let's try it. では字幕なしで見てみましょう。The South Pacific island nation of Nauru says it's severing relations with Taiwan and reestablishing diplomatic ties with China. Nauru's government said in a statement on Monday that the move is in the best interest of the country and its people. It said Nauru will no longer recognize Taiwan as a separate country, but rather as an inalienable part of China's territory. The island nation established diplomatic ties with China in 2002, but it switched recognition to Taiwan in 2005. Observers are speculating on what was behind the latest move, as Nauru had recently been critical of Beijing. China's foreign ministry welcomed the decision. 从中国恢复外交关系。 Restoring diplomatic ties with China is a voluntary choice by Nauru as a sovereign nation. Taiwan had diplomatic relations with 22 countries when President Tsai Ing-wen of the Democratic Progressive Party took office in 2016. But China has been pressuring countries to cut ties with Taiwan
as Tsai's administration rejects Beijing's claim that Taiwan is a part of its territory. Currently, 12 countries have diplomatic relations with Taiwan. The presidential office on Monday accused Beijing of diplomatic repression days after Taiwan's leadership election. The office said China's stance was retaliation against democratic values and a blatant challenge to stable international order. さあ、いかがだったでしょうか。字幕なしで NHK ワールドニュースもう一度見てみましたけれども、しっかりと字幕なしで聞き取れましたでしょうか。学習した単語表現覚えてましたでしょうか。聞き取れなかったなという方はですね、動画前に戻って何度も聞いて自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音リズムにどんどん鳴らしながらリスニング力、単語表現力、英語力、そして情報力もですね、上げていきましょう。さあ、ここまではしっかりと NHK ワールドニュースからですね、世界でどんなことが起こっているのか、情報を得ながら英語力アップできたと思います。次は4番目、そのインプットした情報を今度は英語を話してアウトプットする練習をやっていきたいと思います。スピーチですね、英語の、スピーチ、日本人一番苦手と言われていますけれども、この島国日本ですね、日本も島国ですけども、海に囲まれた日本に住んでいると、日常生活で英語を話す必要性、必然性ありませんし、外国人と英語で話すこともほとんどないと思います。使わない、話さない英語、そのままでは絶対に話せるようになりませんので、ポイントはですね、日本にいながらどれだけ英語を話す機会を増やしていくのかということに尽きると思います。練習あるのみということですね。そしてその練習にこのマイクロソフト生成 AI を搭載したチャットを使うと楽しく無料でいつでも好きな時に練習ができると思いますので、すごくおすすめです。それでは今からどのように私がですね、このスピーキング練習にこのチャットを活用しているのかデモンストレーションしたいと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。今画面にマイクロソフト Bing の Copilot というチャットが映りましたけれども、これを使って練習していきます。話し始める前に2つ注意点があって、1つ目は言語ですね。日本語から英語に設定変更しています。英語で話しかけて、英語で返してきてもらうので、言語は日本語ではなくて英語に設定しましょう。これが1つ目ですね。そして2つ目、Use Microphone というボタンを押して英語で話しかけますけれども、話している時にですね、間が長くなってしまうと、チャットが話が終わったと思って、リスニングを切り上げてしまいますので、Well とかですね、声を出しながら、まだスピーチが続いているんだぞということを、チャットに、教えてあげるということが大切になるかと思います。注意するところはもう2つだけで、あとはですね、このボタンを押して、私の場合だと最新ニュースで得た情報なんかをもとに、英語を話しながら情報をアウトプットするというやり方でやっていますけれども、話しかけると、マイクロソフト、このチャット、生成 AI 搭載していますので、関連する情報をですね、しっかりと入れながら、英語のスピーキングと文章で返してきてくれます。少し間があったりしますけれども、まるで人間と英会話をしているような感じで英語を話すことを楽しみながらですね、練習できますので非常におすすめです。それではデモンストレーションしたいと思いますので参考にしてみてください。Let's practice speaking in English. では、このボタンを押してですね、ニュースから得た情報をアウトプットしながら英語スピーキング練習をやっていきたいと思います。Hi Bing, how are you doing today? I'm good.I've checked the latest news from NHK World Japan. I would like to share that latest news with you by speaking in English, because I've tried to improve my speaking ability in English. So only possible way to achieve that goal is practice. So this is a kind of practice for that purpose. If I speak in English wrongly, please correct me and please give me advice. Is that okay?こんな感じでスピーチすると聞き取ってくれて、少し間がありますけども、返して。Hello. I'm glad to hear that you're doing well. I'd be happy to help you practice your English. Please feel free to share the latest news from NHK World Japan with me. I'll do my best to correct you and give you advice. Alright. Thank you so much for your reply.Let me try to my best to improve my speaking ability and sharing that latest information with you.
This news is about decision by small island called Nauru in South Pacific Sea. And after Taiwan's presidential election was ended and completed, this island, Nauru, decided to severing ties with Taiwan and restoring relationship with China. I see. According to the latest news from NHK World Japan, Nauru has decided to break diplomatic ties with Taiwan and restore its relationship with China. The government of the Republic of Nauru officially announced its decision to recognize the One China principle, break diplomatic ties with the Taiwan region, and re-establish diplomatic ties with China. China appreciates and welcomes the decision of the government of the Republic of Nauru. Is there anything else you would like to know? Thank you very much for your reply and additional comment and information. So, according to the Foreign Minister of China, they are saying that this is a decision made by seven nations, Nauru, and there is no pressure from China. But Taiwan side is accusing of China that putting pressure, diplomatic pressure on Nauru to lead this decision. So small island nations like Nauru is swinging to make the decision between Taiwan and the huge country China. So I can guess that decision making by such kind of small islands, not only Nauru this time, but also other nations, is under pressure from China and under pressure for other Western countries to keep relationship with Taiwan. I can easily guess and imagine how difficult this small nation's situation and decision making in between Taiwan and China. It is true that small island nations like Nauru are often caught in the middle of diplomatic tensions between larger countries like Taiwan and China. According to the latest news from MSN, Nauru has cut diplomatic ties with Taiwan and restored its relationship with China. While the foreign minister of China has stated that the decision was made by Nauru alone and that there was no pressure from China, Taiwan has accused China of exerting diplomatic pressure on Nauru to lead to this decision. It is not uncommon for small countries to be caught in the middle of larger countries' disputes, and it can be difficult for them to make decisions that will please everyone. I hope this information helps you understand the situation better. Let me know if you have any other questions or if there's anything else I can help you with. Thank you very much for your feedback. And other information I got from NHK World is, at the time of Tsai Ing-wen became leader of Taiwan in year 2016, Taiwan had diplomatic relationship with the countries, 22 countries at that time. But now, according to that news, Taiwan has only diplomatic relationship to 12 countries. So 10 countries is cutting ties with Taiwan since 2016 under the pressure from China. So actually, this is a very difficult and controversial issues. And after the Taiwan's presidential election completed in year 2024, what kind of things and the relationships between Taiwan, China, and other nations is highly focused topics, I guess, in global world.
According to the information I found, Taiwan currently has formal diplomatic relations with 11 of the 193 United Nations member states and with the Holy See, which governs the Vatican City State, as of January 15, 2024. In addition to these relations, the ROC also maintains unofficial relations with 59 UN member states, one self-declared state, Somaliland, 3 territories, Guam, Hong Kong, and Macau, and the European Union via its representative offices and consulates under the One China principle. Since 2016, Taiwan has lost 5 allies to China. The relationships between Taiwan, China, and other nations are highly complex and controversial issues. I hope this information helps you with your podcast topics. If you have any other questions, feel free to ask me. Thank you very much for your feedback. So, after the very historical important Taiwan's presidential election was completed, we will see what will happen next in year 2024 and next year 2025. Only I hope is that conflict war between China and Taiwan would never be happened. That is only my hope. Because enough is enough. We are seeing conflict in Middle East and war in Ukraine. So we never see peaceful world for a long time. So I think other conflict would never happen in Asia. So by the way, what did you feel about my spoken English? Because as I said, this is a practice for me to improve my speaking ability in English. What did you feel about my speaking English, spoken English? Can I get your feedback about it? Your spoken English is very good. I can understand you clearly. If you want to improve your English speaking skills, I suggest you practice speaking with native speakers or people who are fluent in English. You can also watch English movies or TV shows, listen to English music, and read English books to improve your vocabulary and pronunciation. As for the conflict between China and Taiwan, it is a complex issue that has been going on for many years. I hope that both sides can find a peaceful resolution to their differences. The recent presidential election in Taiwan is an important event, and it will be interesting to see how it affects the relationship between Taiwan and China. こんな感じで今デモンストレーションしたようにですね、マイクロソフトの Bing のコパイロットというチャットを使うと、少し間が長くなったりしますけれども、まるで人間とですね、英会話をしているような感じで、たくさん英語を話す機会を得ることができますし、そして生成 AI 搭載していますので、関連するたくさんの情報ですね、インターネット上からリンクを貼ってくれたりということで、どんどん情報知識を深めていくことができると思います。ただ、we have to keep in mind that one important thing is on the internet world, there must be incorrect information. False information is existed in internet world ですね。インターネット上にはですね、間違った情報、正しくない情報も含まれていますので、それだけはですね、各、個人で判断をしていく必要があると思いますけれども、このチャットを使うと、今デモンストレーションしたように、楽しくたくさん英語を話す機会、ほぼ無料でですね、好きな時に練習できますので、すごくおすすめです。さあ、いかがだったでしょうか？今回の時事ニュースで英語学習ですけれども、太平洋の島という国が台湾との国交断絶、台湾の総裁選が終わったすぐ後に発表して、中国との関係を深めているという決断をしたというニュースを使って、私たちの英語力と情報力アップしてみました。小国はですね、このようなナルという小国、台湾、中国との関係で、揺らぎに揺らいでいる。このナルという関係だけではなくてですね、モルディブとか他の国もありますけれども、非常に大国の間で、揺れ動いているということが分かったのではないでしょうか。英研究家チャンネル、引き続き英語力アップ、情報力アップにつながる動画どんどん上げていきますので、いいな、英語学習に使えるなと思った方は迷わず、チャンネル登録ボタン、高評価ボタンのクリックよろしくお願いいたします。
Thank you very much for watching my video till the end. I hope we could learn a lot of new information, very important information from this NHK World News, as well as new English vocabularies and expressions. I hope you think my channel is good for you to improve your English abilities and expand our information knowledge. Thank you for watching till the end. Have a good day.